ドッグエイジングプロジェクトというのはですね、現在コロラド州立大学や全米の動物病院、犬の飼い主が共同で取り組む犬の老化を解明して健康寿命を伸ばすための大規模な長期プロジェクトのことなんです。現在5万頭以上のデータがあり、それは単に遺伝要因だけでなく、環境要因も考慮された意味のあるデータなんです。投薬前と投薬後の状態も MRI によって記録され、犬の死後は脳が検体され、脳機能の研究に役立てられています。この研究は犬の健康寿命を伸ばすことが目的ではありますが、実はこの研究結果が人の健康寿命を伸ばすことにもつながるという実は二重構造になっているんです。アメリカの CBS ニュースの60 Minutes という番組の中で犬の研究結果が実際に人にも有効であると言えるのかという質問に対してですね、このプロジェクトの設立者で人の認知機能低下のメカニズムの研究を長年している生物学者マット・カバーライン博士は有効であることは疑う余地はないと断言しています。またコロラド州立大学の獣医神経科医ステファニー・マグラス博士も同意見であり、この3つの点を挙げています。1つ目、犬は人と同じ水を飲み、同じような食材から食べ、同じ環境で暮らしている。2つ目、犬は加齢に伴い、がんや認知症といった人と同じ病気にかかる種である。3つ目、犬の脳の作りは人の脳に極めて似ているということです。人の老化の過程を研究しようとしたらですね、少なくとも5、60年、6、70年の歳月がかかってしまいますけれども、悲しいかな、犬の寿命というのは私たちよりもずっと短いわけで、10年前後で非常に有益なデータを得ることができるわけなんです。ドッグエイジングプロジェクトはもちろん犬の健康寿命を伸ばしたいという願いが軸ではありますが、そのデータが人の健康寿命を伸ばすために、これまでにもですね、そして今後もますます活用されていくようです。ラパマイシンという免疫抑制剤はですね、これまでにも医療現場で様々な用途に使われてきたようなんですが、老化を抑制する効果があるとしても知られていまして、ドッグエイジングプロジェクトに参加している犬たちにも与えられています。で、ここで私素晴らしいなと思ったのはですね、飼い主の感じ方とか犬への接し方などによってデータの正確さが損なわれないように本物のラパマイシンとプラシーボと両方ランダムに与えられていて、犬たちが亡くなった後、ラパマイシンが投与されていた犬と、プラシーボを投与されていた犬の脳を比較して、ラパマイシンの有効性を慎重に、検証してきたようです。日本の獣医療においてもですね、今後、老化抑制の目的でラパマイシンが、一般的に処方されるようになるのかどうか、私はわかりませんけれども、もしご存知な方がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、うちの犬はラパマイシンが処方されたという方も、教えていただけると嬉しいです。番組の中でですね、聞いていて非常に印象的だったのが、運動量が少ない犬の認知症の発症率は運動の多い犬の約6倍と言っていたんです。でこれを聞いてですね、日本に暮らすワンちゃんたちにとってはかなり厳しい現実だなと思いました。日本には長生きをするワンちゃんは多いけれども、認知症の症状がある場合が多くてですね、必ずしも健康寿命とは言えない印象が確かにあったので、それはやはり運動量に直結しているんだということをですね、私も今回改めて実感しました。そしてもう一点はですね、多頭飼いの場合、犬の病気の発症リスクは低くなると言っていました。もう一頭犬をお迎えしてくださいって言ってるわけではもちろんないんですけれども、このデータの、示唆するところっていうのはなんとなくわかるような気がしませんか？仲間と一緒に、
暮らすことで、その仲間がやっている行動を見て学んだり、いろんな感情も芽生えますよね。安心したり、もしくは嫉妬したり、イライラしたり、脳が頻繁に活性化される環境で、生きているということは、結局のところ、脳にも内臓にも、いい影響を与えているんじゃないでしょうか。これはですね、ドッグエイジングプロジェクトに参加している方たちの犬の認知機能テストの様子です。こんな感じでおやつを犬に見せて、どこに置いたかもね、しっかり見せていますね。そして2、3秒後に、さあどうぞっていうふうに犬を離すんですね。すると正常な犬はすぐに今見たばかりのおやつがどこにあるかもちろん分かってますから、すぐにそれを取りに行きます。でも認知機能が低下している犬はですね、もうすでにどこにあったか思い出せずに、迷っています。このワンちゃんはあらぬ方向に進んでいって糸くずを口に入れ、そのままですね、去っていってしまいました。正常な犬の短期記憶というのは約2分と言われてますので、認知機能が低下している犬の短期記憶は2、3秒もないということになります。このテストをですね、私たちも家でやってみるといいかもしれないなと思いました。私たちにとってですね、愛犬の現状を客観的に、理解するというのはとても大切なことだと思うんです。そして今からでもですね、脳の活性化を促して、少しでも老いを、緩やかにしてあげることが、まだ間に合うかもしれません。体と頭の運動という、再生リストができていますので、ご興味ある方はぜひそちらを参考にされてみてください。またプライベートのオンラインコンサルテーションの方も受付中ですので、概要欄のリンクから、詳細をご覧になってみてください。ここまでご覧くださった方っていうのはですね、普段から、犬の健康のためにですね、地味に、コツコツと、様々なことを継続されてくださっている方だと思います。一緒にこれからも頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。ではまた再来週の火曜日にお会いしましょう。さよなら。